スーパーギャル。髪色もこれギャルにしかもらえない結果、スーパーギャルステッカー。意外と確かにお疲れ様です。どうもビールを片手に今日は iPhone ではい。スケートボードを上手に撮る方法っていうんですかね、のあーだこーだを享受してもらおうかなと思いまして、ヘナン君顔映ってないけど、そのビールのおかげで広告ここにはめる朝日どうですか濃いですよまあそんな感じで、じゃあ今日は一日よろしくお願いします。チェスよ。まず一つ目が iPhone でスケートボードをまず撮るときにまず基本っていう基本、普段なんかフィッシュアイでうん撮ってるわけですよ。はい、なんか一眼レフで違うんですよ。気をつけてることは iPhone でも変わらないと。その心は心は被写体真ん中にしてるとか、俺もカメラでセッティングしてるけど、グリッド線っていうこのあ、映ってるかな、ちょっと映ってるな。このねこの真ん中にね変な顔があるみたいに、なるほど、カメこれがねラ越しの、ずれてたらダメなんだよ。確かに真ん中にはい上でもなく下でもこれが大事。俺自分の携帯撮られてもね、自分の顔いいじゃん。やばい残酷だね現実はちなみにことちゃんはフレーム数30フレーム60、気になんないから俺はもうフル HD で30フレームで、ただ単純にiPhone が重くなるし、まあ確かに容量大きくなるし、とりあえず100分は一見にしかずということで、今日先ほど南魚沼のパークで滑ってきた映像を見ながらああだこうだ言いたいと思います。ヘナンの映像を撮ったんだけど、悪い例とねいい例をねわざわざ撮ってみ両方ました。撮ったんですよ。悪い例っていうか別に映像で正解っていうのはないんだけど、かっこよく撮りたいじゃんっていう、そうだね。かっこよく撮られたいじゃん、うん確かにはいこれ以上かっこよくなりたいんか、なりたい軽バンプして、でその後ねレールでねバックリップをするラインなんだけど、これめっちゃねもう後ろから、これわざと後ろから撮ってんだけど、真ん中もちょっとずれてね、あ、本当だ礼儀にセンターじゃないな。あと遠いね。まあ俺がちゃんと撮るってなるとこう前から撮ってで顔、そうちょっと言ったら足元みたいな。フィッシュアイで撮るのもそうなんだけど、なんか画角どこまで近づいたら全身映るのかみたいなね、それも押さえてないと、まず根本的にその撮る側の人がスケーターの被写体との距離感、これはかける1で全部撮ってる、はいはいはい、ズーム全くくなし、ズームなしこれ悪いね、真ん中からずれてるし、でレール入ってくる時もちょっと上から撮ってるからかっこよくないみたいな。そうだよ、これはなんか正面から撮ってでうん、遠くから来ました、で足元、足元アップみたいな。でもなんか何も考えなかったら後ろからこう通りがちだから、そうだね、これだってもう後ろからだったらもう背中じゃんみたいな、そうだね、顔見ないじゃんみたいな、これもレールとか高さとか高さ低い迫力もないみたいな、これだったらなんかこのパークの前景から見えてうん、こういうセクションがあるんだみたいな、飛び出して飛び出してパーンっていってで先にレールがあるみたいなね、うん iPhone のね画角をねこうね下げたらうんうん高く見えるっていう。ここは絶対ずっと逃しちゃいけないポイントみたいな。技してる時は絶対デッキじゃん。もちろん。プッシュしてる時は顔でいいんだよ。なるほどね。そう
例えばでもうしゃがんだ瞬間もう足元じゃないともうわけわかんなくなるから、いやでもみんなそこ忘れがちなんで、しゃがむなってなったらもう足元、全部足元で着地した瞬間は一瞬足元行って顔みたいな、なるほど、表情ですよ。なんでかっていうともう着地した瞬間なんか引きだったらなんか遅く感じるんだよね。着地した瞬間足元にギュンって寄ったら、なんか着地の減速がごまかせるみたいな。マジか。スポットでもパークでも何が撮りたいのかって、この南魚沼のパークで何がいいのかって大自然の中でスケボーしてる。天気が良かったら俺絶対青空を撮ってからライディング、こんな山の中でスケボーしてるんだぜみたいな感じで、そこはもうセンスなんだけど、まあそうだね、見せ方問題ね。で最初からなんかスケーターにフォーカスさせるとなんかただのコンクリートの真っ白のところをずっと撮ってるみたいになるから、確かに。カメラ振ることによってスピード感も違うし、はい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 。じゃあ事例2。リレー2、リップの単発、これ一星がクレールのグラブしてんだけど、これはただ撮ってるだけみたいな感じなんだけど、撮るのは楽なんだけど、背中から打つっていうのが間違いじゃないんだけど、技によってはって感じやな。後ろから撮ったらいい。で、俺最初に撮るこのポートロックもあって思ってなこの話。いいな。これ全く画角とかも同じなんだけど、前からやな。今日天気悪いよーって近づいて、ストーリー性を入れる。だからグラブするなら一番大事なところってグラブするとこじゃん。だからグラブするした瞬間一番いい角度で一番近い距離で撮るっていうのが大事かな。なるほど。動画っていうか一枚一枚の絵っていう感じで考えた方がいいので。フィッシュアイとかで撮ってるのも撮ってる時に全部の映像をどこが一番いい切り取るかっていうと、上手い人は切り取る場所いっぱいあるんだよ。下手くそな人はもう切り取る場所ない。なんかどこもなんかちょっと切れてたりとか、そういうことが起きるってことでしょ。全部絵になるんだよ、上手い人って。フィッシュアイとかで撮ったら自分うまくいかないなってなったら上手い人の見ると全部スローで一コマ一コマ見るとなんかなんでこの人はこんな上手いんかなって分かると思う。まあそれがまあカメラにしても iPhone にしてもそういう意識ってことだよね。iPhone だったらなんか今回は標準カメラ。標準の距離感で撮ってるからあんな感じだけど、この距離感とこの上下、やっぱ上から撮ったら迫力なくて下から撮ったら迫力あるっていう、でもかといってずっと下で撮ってるのも不格好ってことでしょ。そうそう、要はしゃがんだ状態でずっと追っててもちょっとフィッシュアイも同じなんだけど遠くからは上から撮ってるね。はいはい。近づいたら下から撮るってうんかっこよく撮りたかったら周りを見てセクションを見て人を見てトリックを見る。はいはい。まあスケボーだけじゃないところも混ぜていくっていうのが一つ。私は iPhone なんて映りゃいいっしょっていうのが大前提だけど、よりなんかかっこよくせっかく撮るならかっこよく撮りたいじゃんっつって遠くからギューって迫ってるのを撮った方が撮ってその技をした瞬間一番近くなるって言った方がかっこよく撮れるかなみたいな、スピード感もあるかなみたいな。なるほどね。そう。これ別にズームを何もズームも使わず何にも使ってないんだけど、なんでこの撮り方をしたかっていうと、こっち正面でいきなりギュッみたいな、これのセンスなんだけど、スピード感あるじゃん。そうだね。ギュッみたいな。でしかも背中だけどワンフット感見えるみたいな。前足がヒュッて伸びる。そうでここで俺はちょっと iPhone 下げるんだよね。上から撮ったら迫力ないから若干下げてって、そんな分かんないだろうって。まあ映像だけじゃ分かんないじゃん、その動きって。
そのフィルミング iPhone でもカメラでもそうだと思うんだけど、やっぱそのライダーとのすり合わせって一回やっぱ絶対した方がいい。そのやる、まあ、大前提になるとは思うけど、ここでこれやってここでこれをやるみたいな。だったらフィルマーはここでこういう動きでここでクロスするとか、やった方が絶対いい映像は撮れると。こんなところでしょうか。 iPhone のフィッシュアイで撮ろうと iPhone で撮ろうと変わんないんだよね。基本はね。そう。じゃあ最後にフィルミングの座右の銘とかあるの？とりあえず俺なんか絶対ミスらない。スケーターが200回やって1回成功するけど、フィルマーは200回やって200回成功しないといけないから、絶対ミスれないじゃん。そこはもうミスったらもう終わりじゃんみたいな、ね、信用ないからみたいな、そうです。なんかフィルマーとして目に見えないけどね、成功しか見てないから。そうだね。これ200回して1回しかメイクしてないんやでとか分かんないけどね。まあ悪いフィルマーの例でめっちゃ自分が鬼ごけしてんのにすぐ切ったりとか、ハイタッチのとこまで取らへん人いる。俺もメイクしたらすぐ切るみたいな。いやそこ切ったらあかんやろみたいな。あと自分の声入ってるとか。いや俺じゃん俺やん。俺もよくある。俺もよくある。起こってる全てを取った方がいいよな。その場所で起こっている全てを取った方がいい。急にもう変なやつが現れたりとかまあハプニングだよね。ハプニングとかも全部撮って後で作った時、ビデオ作る時とかも、ね、日常だよね。そう日常。それも作らないと分かんないじゃん。まあそうで作った時にうわこれのハイタッチ取ってなかったとかさ、そう後で後悔することがよくある。だから俺は割と中身に取るじゃん。これは絶対なのこれ。そうだね。そこで終わりだからね。そう。iPhone でもちゃんとしたカメラでも一緒やな。そうだね。結局はね記録だから思い出だから。そうだね。今言ったのはもう思い出をより美しく撮るためのそうだね。レクチャーだもんね。そういう感じだよね。イメージ的には。何でもいいんだよ。楽しく撮れれば。そうだね。よりかっこいいって思われたいとか、より楽しそうって思われたいならそう撮った方がいいっていうレクチャーでした。はい。いい締めでした。